こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、お塩について詳しく解説するシリーズの、やっとですね最終回になってまいりました。今までですねかなり細かく分けて、各パートごとに詳しく解説をしてきたんですけれども、10回ぐらいですねちょっとシリーズでやってきまして、今日が最終回ということになります。で、総まとめというわけではないんですけども、いろんなお塩の種類だとか健康効果とか、選び方そういったことをお話ししてきて、で、今日お話しするのはお塩の保存方法とか、あとは、お塩の活用方法ですね。料理以外の活用方法っていうところを解説していこうかなと思います。はい、ということでですね、まずはお塩って買ってきてですね、どういうふうに保存しておいたらいいのかというところなんですけれども、別にこれはですね特にあえて話すまでのことでももちろんないんですけれども、一応ですね、お話ししておきますと、まずは塩には消費期限ですね、消費期限がありません。なのでほぼ半永久的に持つというふうに考えていただいて問題ありません。よほどですねひどい保管方法とかをしておいたら、何かしらですね傷んだりっていうことがあるかもしれないんですけども、通常の場合でありましたら、ほぼですね、腐るとか、そういったことはないということですね。で、味もですねそんなに変わるっていうことはないです。はい。なんですけれども塩単体だったらいいんですけれども、いわゆる加工塩みたいなものですね、シーズニングとかです、ハーブソルトとか、そういったものですね、そういったシーズニングというふうに言われるような塩以外のものといろいろ混ぜてある、ちょっと味をつけてあるようなものに関しましては、他の食べ物が入っているので、そちらはですねやはり消費期限というのが出てきます。香りが、長持ちしないものとかもあったりするので、消費期限じゃなくて、賞味期限というのが設定されているというものもありますので、そのあたりはですねちょっと注意が必要です。はい。でお塩ってそのお料理によっていろんなお塩をですね使い分けたり、していけると、いいですよという話も、前回しましたけれども、なので、お気に入りのお塩をですね、何個か、買って次から次へとお塩って買っていったとしても、今それで味比べとかをですねできるような状態にして、何個もじゃあ20個とかお塩を買っちゃったっていう場合でももうそれずっと常備しておけますので、別にですね問題ないと言いますか、いくつ買っても、ずっと先々使っていけるということになりますので、結構ですねたくさんの種類とかを、3個4個とかでもいいんですけども、買って常備しておくことをおすすめします。はい。で、消費期限とかはないんですけれども、傷みはしないんだけれども、やっぱり水分が周りにあるのでしけっちゃうっていうことはもちろんあります。よくですね塩をずっと入れ物とか袋とかに入れて置いとくと、ふと気がついたらもうカチコチに固まっちゃってるっていう時とかありますよね。もうカッチコチに固まってしまうので、それはですねいろいろ砕いたりとかして使っていくしかないんですけれども、特にですねマグネシウム含有量が多いお塩に関しましてはそのマグネシウムがいっぱい入っていることによって水分を吸収しやすいという特徴がありますので、若干ですね仕切りやすいということが言えます。なので、少しですねこのマグネシウム含有量が多い塩に関しては注意をしていただいた方がいいと、言ったところですね。結構ですね家庭でも料理人の方、飲食店とかじゃなくても家庭でもこの入れ物に容器に入っている塩に対してもう手でそのままビッて使うっていう方も多いかもしれないんですけども、それをやってると結
構ですねしけったりしやすいので、なるべく新しいスプーンとかですね、そういうのですくったりしていくといいんじゃないかな。しけりを防ぐことができるのかなというふうに思います。で、しけっちゃうと本当に硬くなるので、もうガン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 って感じでスプーンとかでガンって叩いたりとか、しなくちゃいけなくなるんですけども、よっぽどちょっと固まりすぎちゃったっていう場合はですね、そういう場合は水をちょっと加えて、それでペースト状にして使うとか、そういった使い方もできますので、臨機応変にですねそのあたりはやっていただくといいかなと思います。基本常温でですね置いておくんですけれども、なるべく、湿気が少ない場所に置いておくというのがおすすめです。はい、そしてですね、続いてこの料理以外の塩の活用法というところなんですけれども、お塩の選び方のところでですね、こういうお塩がおすすめですよ、でこういうお塩はあんまりおすすめじゃないですよというふうにお話をしてきたんですけども、例えばですね、もし今家に本当にこの食塩っていうですね、食卓塩みたいな、もうナトリウム 99.9% ですみたいな、いわゆるもう生成塩というやつですね、それが、もし家にあるっていう場合の、活用方法です。そういったお塩をわざわざ買ってこういうことをしなくてもいいとは思うんですけども、もしそういうお塩があるっていうことであれば、捨てちゃうのはやっぱりもったいないので、こういう使い方もありますよというところですね。でもですね、こういった使い方をするためにわざわざそういうお塩を使うとかっていうことも、買うってこともあるかなとは思います。お味噌を作る時にですね、手前味噌を作る時に最終的にこの重しをしたりするんですけども、重しをしたりする時用のお塩とかは、それでいいわけなんですよ。なので、そういった、いわゆる食べるのにはおすすめしないお塩の使い方です。で、順番に見ていきますけれども、まずは、匂いを取るですね。これ結構ですね使えて、プラスチックのお弁当箱なんかを使っていると結構匂いついてなかなか取れなかったりしますよね。プラスチックって色とか匂いとかが取りにくいんですけれども、匂いが取れなくなったプラスチック容器なんかにお湯を張ってですね、そこに塩を溶かして、一晩ぐらい置いておくとですね、そうすると匂いが消えるんですよ。はい、なのでこれはすごいおすすめです。そして2つ目が鍋の焦げ付きを取るというところですね。これもお酢でもできるんですけれども、鍋をちょっと焦がしちゃったよっていう場合に、その焦げ付いた部分に塩をバーって振りかけてですね、で振りかけた状態で、10分20分放置します。で放置した後にガーってスポンジでこすっていくと、すごくきれいに汚れが、汚れというか焦げの部分がですね取れていきますので、これもおすすめの使い方です。そして3つ目が、衣類の黄ばみを取るというところですね。これはですね、ちょっと大きめの鍋に水を入れてですね、火にかけていただいて、で塩だけじゃなくて塩と重曹もプラスした方がいいんですけども、塩と重曹をその水を張った鍋に入れて溶かします。で溶かしたところに、その、黄ばんじゃった衣類をですね入れて、ずっとこの1時間ぐらい煮出すんですね。結構グツ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 それで、煮ます。そしてその後すすぐと黄ばみがきれいに取れているというところですね。なので染み抜きみたいなことがお塩と重曹でもできますよといったところです。はい、そして4つ目がまな板の除菌ですね。これもすごく便利なんですけれども、まな板にガーって
まな板ってやっぱりこの包丁の跡とかがいっぱいついていて、そこに雑菌が入り込んで、それがきちんと取れていないと、そこから雑菌が繁殖していくということがありますので、そういったところにですね、こう塩をこすりつけてガーッとこすりつけていくんですね。でわーっとこすりつけて、洗い流すというだけなんですけども、それで、まな板の除菌になるといったところですね。なので結構これたまにやるんですけど、お魚に塩とか振ったり肉とかにですねお塩振りますよね。で振ったら手で振るとやっぱり手にお塩がどうしても残りますよね。で残ってそのお塩ちょっともったいないので、それでお魚とかでお魚まな板で切って、で水で流して、でその後別のバットとかに魚を移して、で塩振ります。で塩は手に残りました。その手に残った塩でそのまな板をギャーッとこすって、で流せば、その後もちろん洗剤とかで洗うんですけれども、でやるとですねより、汚れが落ちやすいですし、匂いももちろんさっき言ったように取れますし、除菌にもなるということで、このですね何かしら手に塩がついた時にまな板にとりあえずこすりつけちゃうみたいなのはおすすめです。はい、そして次はぬいぐるみの除菌。これちょっとですね珍しいっていうかあまり聞かないかもしれないんですけれども、ぬいぐるみってなかなか洗えないじゃないですか。丸洗いとかちょっとできないし、できるやつもあるんだけど、乾かすのが大変だし、掃除機でガーって吸ったりとかですね、結構ぬいぐるみって何もせずに放置してるっていう方ももしかしたら多いかもしれないんですけれども、このぬいぐるみの除菌方法ですごくおすすめなのが、塩なんですよね。ちっちゃいぬいぐるみとかをビニール袋にまず入れて、でそこに塩も入れてバーってその口を持ってですね振るんですね、ビニール袋で。そうすると、全体的にこのぬいぐるみの全体的に塩がついて、でそれが静電気が起きてそこで塩にですねこのホコリが付着するんですよ。ぬいぐるみにバーってついていたホコリとかがバーって振ることによって静電気が起きて、でそれが塩に付着するということが起こっていきます。なので、バーって振ってそのホコリが塩に付着した状態で取り出して、で、その塩は捨てて、ぬいぐるみはいっぱい塩がちょっとついちゃってる状態なので、あとは掃除機でガーッとですね吸っていくということをすれば、かなりですねぬいぐるみもきれいにできます。ただ掃除機で吸うだけじゃなくって除菌もできますよといったところですね。はい、そして次は入浴剤として使うということももちろん、できます。これはですねやっぱり入浴剤として使う場合は岩塩が、いいんじゃないかなというふうに思います。発汗作用がですね、ありますので、その岩塩を入れたお風呂に入ると汗をいっぱいかいて、あとは皮脂とか汚れとかを浮き出せやすい、毛穴に詰まった皮脂とか汚れとかを出すのにすごくいいですよね。バスソルトとかよくあると思うんですけども、そんな感じでですね使っていただくと、いいですね。はい、そして次は鼻うがいに使うというところですね。鼻うがいってよく鼻炎とかがひどい方はやられた方も多いかもしれないんですけども、インド人とかはよくやりますよね。アーユルベーダではすごく鼻うがいっていうのを推奨していて、インド人の方ってよくやるんですけども、結構ですねこの鼻うがいをするとこの花粉症の時期とかですね、特にすごく鼻の中がきれいに掃除されて、気持ちいいんですね。でただ真水で鼻うがいってするとめちゃくちゃ痛いので、塩をやはりちょっと入れて、塩水にして鼻うがいをするということを行います。そして続いては脱水時のミネラル補給にもいいですよというお話ですね。やっぱりこの脱水症状がある時っていうのは
水を飲んでしまいがちなんですけども、それ結構危険だったりするんですよね。すごいもうめちゃくちゃ汗かいてめちゃくちゃ喉が渇いているっていう時に真水をガブ飲みするっていうのはちょっと危険だったりします。なので真水ではなくってこの塩水を飲めばいいんですよね。その熱中症とか、そういった時にですね、塩水を飲んでいただくと、この経口補水液っていうのがよくあると思うんで OS1 みたいなやつですね、ああいうのの代わりになりますので、わざわざですねもちろんスポーツドリンクですね。スポーツドリンクっていうのは論外なんですよ。スポーツドリンクっていうのはもう砂糖が山ほど入っているので、あれを熱中症対策として飲むのは逆効果になるので、あれは絶対に NG なんですけれども、じゃあ何飲むの、水飲むのかっていうと、やはり真夏とかですごく脱水症状が起きそうだっていう時とかは塩水にすれば問題ありませんので、塩をたくさん入れた、たくさんって言ってもこの限度があるんですけども、塩を入れたお水をミネラル補給として飲んでいただくと非常にいいです。で、こういう時に飲むお塩っていうのはこれ今まで言ってきたみたいなあまりおすすめしない、お塩じゃなくて、できればいろいろミネラルが入ってるやつの方がいいですね。はい。そして次はですね、蚊に刺された時、これも夏なんですけれども、夏田舎の山の中とかに行くと蚊に刺されるっていうことがあると思うんですけれども、蚊に刺された時にめちゃくちゃかゆいじゃないですか。そこにですね塩をすり込むんですね。で、ちょっと水分を足してガーってちょっとすり込むってことをするんですけども、そうするとですね、塩には浸透脱水作用がありますので、それによってその蚊がピューって刺して刺す前にピューって痒くなる成分を麻酔みたいなやつですよね、麻酔を出すじゃないですか。で、その麻酔によってあれかゆいんですよね。で、その麻酔があることによって針をチクって刺した時に人間が気づかない、気づかないように麻酔を打つっていうか、麻酔を塗るみたいなことを蚊がするわけなんですけど、そのかゆみを発生させるような成分が塩の浸透脱水作用によって引き出される、吸い出されるみたいなことが起こります。で、それによってかゆみがなくなる、和らぐというところなんですよね。これはもうぜひやっていただきたいなと思います。その蚊に刺されて赤くなってかゆいっていうところに塩なんか塗ったらよりひどくなりそうな気はするんですけども、実はそれでかゆみが収まっていくんです。で、蚊に刺された時もいいんですけれども、それ以外にも切り傷とかすり傷とかに塩を塗るっていうのは実は治りが早くなったりするんですよ。で、これもちょっとって思うかもしれないですし、すごい痛そうな感じはするんですけれども、よく傷口に塩を塗るなんてことを言いますけれども、これが実はいいんですよ。傷口にその塩を塗ることによって回復が早くなる。あとは除菌ですよね。そこの傷口に入り込んだ雑菌なんかを浸透脱水作用によって吸い出してくれるということもありますので、蚊に刺された時とか、ちょっとした毛がすり傷切り傷なんかをした時にも、お塩というのは非常におすすめです。はい、ということでですね、料理以外にもいろいろ塩って使えますよという話を、していきました。で、今までいろいろなお話をしてきたんですけれども、やっぱりですね、美味しいお塩っていうのがあると、料理がものすごく変わります。同じ料理でも塩を変えるだけでもうかなり味が違ったりとか、してきますので、やっぱりですね、ちゃんとしたというか、
美味しいお塩を選んでいきたいなというところがあります。で、市販されている調味料っていろいろあるんですけども、なんかの素とか、焼肉のタレとか、ドレッシングとか、いろんな加工調味料ってありますよね。お手軽にこれさえあれば何でも味付け OK みたいなやつとか、いろいろ市販のもの売られていると思うんですけども、あれって、ほとんどが基本は塩なんですよ。でパッケージの裏見ていただくと分かるんですけども、まず最初に原材料のところに一番最初に塩って書いてあるのが、ほとんどですね。で塩がベースで、それ以外にいろんな味付けとか、あとは添加物化学調味料みたいなのが入ってますよというだけなので、やはりですね、要するに味付けの基本っていうのは塩なんですよね。で料理とかをですね、自分で作って味見してみたんだけれども、なんかちょっといまいち味が決まらないっていう時とかって結構ありますよね。そういう時はですね、塩を一つまみ入れるということをすると、それがぐっと変わるんですよ。美味しくなるというか、なんか味が決まらないなって思ってる時は絶対塩が足りないので、塩を一つまみ入れると、そうすると劇的にピタッと味が決まったりします。でそれはですね、世にある料理のレシピっていうのは、必ずと言っていいほど最後に塩コショウを少々振りますとかって書いてあったりしますよね。それはそういうことなんですよね。そういう意味だといったところです。やっぱりその塩加減、塩梅ですね。塩梅っていうのが料理には非常に重要になってくるということなんです。はい、ということで、そんなお塩ですね、非常にですね奥が深いというふうに言えるのかなと思います。その私たちの生活には、当たり前のように存在している、お塩なんですけれども、私たち人間、動物もそうなんですけれども、生命を維持していくのに必要不可欠な、すごく重要な存在であるのが塩だといったところですね。なのでですね、そのお塩を選ぶ時とか、あとは、減塩の話とかもですね、そういったですね、その巷の噂とか、利権者の方がですね、発信しているようなこの一方的な情報っていうのには惑わされずに、ちゃんとお塩の真実、お塩ってこういうものなんだ、こういう、重要な役割を、持っているんだっていうことをですね知っていただいて、でちゃんとですね自分の体とか心が、喜ぶようなお塩を選んで、それを適量を使っていくということが、非常に重要になってきます。なので、健康のためというものも、重要ですし、美味しい料理を食べるためというのにも、非常に重要になってくるお塩ですので、いろんなことにですね、役立てて使っていきたいなというふうに思います。ということで、お塩について詳しく解説するシリーズは、以上となります。またですね、次回は、ちょっと別の調味料の話をしようかなと思ってるんですけども、一回ちょっとマグネシウムの話もですね、アップしようかなとは思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。